ニアが我が家に来てから74週間が経ちました。ようやく休みの日に晴れ間が広がったので、ニアと自然散策を満喫するために車で2時間かけて国営武蔵丘陵森林公園にやってきました。ちょうどチューリップやネモフィラなどが見頃を迎えているとのことだったので、ニアとのコラボレーションも楽しめると思い遠征してみました。国営武蔵丘陵森林公園に到着して、ペット入園の誓約書を書いて入園しようとすると、伸縮性のあるリードは使えないとのことで、一瞬入れないかと思いましたが、職員の方が規定に合った 1.5 メートルの固定長リードを貸してくれたので、なんとか入園することができました。ただ珍しい規定だなぁと思いつつ、園内放送が多言語対応されていたので、無用なトラブルにならないためにもこのような細かい規定ができたのだろうと推測しました。早速南口から入園して花木園を目指して散策をスタートしました。散策を開始すると、ニアは早速落ち葉の匂いを嗅いだりしながら行ったり来たりしていました。そんなニアを見ながら、最近微妙なぎっくり腰みたいになっていたので、歩いたら少しは痛みが緩和されるかもしれないと思いつつ、どんなルートをたどるかを考えていました。そしてどうせだったら東京ドーム65個分の広さがある公園を踏破してみようという謎のテンションになったので、ニアには内緒にして全エリアを踏破できるルートを選びました。途中アイスランドポピーの花畑があったので、ニアがどんな反応をするか見ていました。ニアはアイスランドポピーには目もくれず、山林側の土の匂いにご就寝でした。仕方がないので公園の中央に向かいつつ、一休みできる場所を探していたら中央レストランがあったので立ち寄ってみました。ただ臨時休業でした。まあこんなこともあるかと思いながら、テラス側に設置されていたベンチで一休みしようとしたら、なぜか微量の雪が残っており、これをニアが痛く気に入ってしまい、匂いを嗅いだり舐めてみたりを始めたので、給水ポイント程度の休憩にとどめて踏破ルートに戻り散策を再開しました。中央口と北口の間にあるカラーリーフガーデンにやってきました。到着した時には一眼レフカメラを手にした方々が思い思いに写真を撮っていたり、中にはコスプレ撮影をしている方もいて、確かに写真を撮る側も撮られる側も楽しいだろうなぁと思いながら、ひょっとしたらニアにも写真撮影をお願いされるかもしれないと一人で勝手に心配していました。そしたらニアはそれを察知したようで、いつものようにおじさんを中心に警戒心丸出しで吠え倒していました。仕方がないので北口側の展望所まで行ってみました。ニアはだんだんと疲れが出てきたのか、歩くスピードが落ちてきて、おじさんとすれ違っても素通りするようになっていました。なんとか疲れが見えているニアを連れて北口の展望所に到着しましたが、木々の高さがあり期待したほどの眺望はありませんでした。そして帰り道の途中にあった木漏れ日花畑で開花が始まっていたチューリップと観光客をカメラに収めようと、取材班が観光客とチューリップを撮影していました。取材班の仕事の邪魔をしないように、取材班の後ろから控えめにチューリップの様子を撮影していましたが、我慢しきれなくなったニアが吠え始めてしまったので、そそくさとその場を離れて帰ることにしました。そしてこの日1日での移動距離は 16km を超えており、思いのほか歩いたなぁとニアに謝りつつ、アホのように歩いた自分に驚きました。引き続き
こんな感じで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをクリックしていただき、アドバイスコメントをよろしくお願いいたします。